キーボードのカスタマイズ。私が使うのは、これです。Gadget Budget。皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。過去お送りした動画ではまさかの事態となり、結局まだ望みのキーボードにはたどり着けていません。今回、海外の YouTuber さんが、キーボードのカスタマイズをしている動画を見つけたので、私も挑戦してみようと思いました。通称テープモッドと呼ばれるカスタム方法です。キーボードの中を開けて基板の裏にマスキングテープを貼るという、一見それやっても大丈夫なやつと心配になるカスタマイズです。今回使用するキーボードはこちら、アリエクスプレスで購入した AJAZ AK680 です。価格はセール中だったのでかなりお得に購入することができました。65% 配列で有線接続のみの製品です。見た目もファミコンみたいでいい感じです。それでは早速開封していきます。中国から来たので箱はまあお察しというか、石壁の戦いをくぐり抜けてきた三国武将の風格です。中身が問題なければそれで良いです。はい、中身オープン。ちょっと頼りない緩衝材に包まれています。手前に付属品がありますね。本体を取り出していきます。マニュアルがありました。ちょっとだけ日本語もありました。接続用の USB ケーブル、そしてキープラーに予備のキースイッチですね。今回はタクタイルの茶軸をチョイスしています。内容物は以上ですね。では本体です。キーキャップが可愛らしいです。赤と白ではなくオフホワイト、クリーム色でしょうか。サイズを測ります。幅が約31センチ、奥行き約 10.2 センチ、高さがキーキャップ除き 2.7 センチくらいです。重量も測っておきましょう。約 451g ですね。キーキャップはよく見ると転写っぽいですね。これはおそらく使い込むと摩擦によりキートップ表面の刻印が薄くなっていくパターンと思います。全体を見ていきましょう。やはりプラスチック感があり、おもちゃのような見た目ですね。オフィスには馴染まないかもしれません。接続はタイプ C の有線のみです。技的を気にする必要はありません。裏面にはチルトスタンドが2段階でついています。では早速打鍵感を確認しましょう。とても軽く青軸ほどではないですが、カチャカチャとプラスチックの反響が目立ちます。
これはこれで嫌いじゃないのですが、今回はモッドなのでここから手を加えていきます。開封したばかりの新品でちょっと抵抗はありますが、これをばらしていきます。まずはキーキャップをすべて外します。トッププレートが見えました。6箇所ネジで固定されていますので、精密ドライバーを使って外していきます。トッププレートが外れ基板は取り出せました。中身はこんな感じです。筐体はかなり隙間がありますね。ここで私はこれを使います。防振の鉛テープです。昔自作 PC の静音化をするときによく使っていました。これを筐体の底に貼っていきます。まずは適当な大きさに切って仮置きしていきます。あまり正確には測っていません。目分量です。仮置きができたらシール面を剥がして貼っていきます。こんな感じになりました。ここで後で使うためのスポンジシートをカットしていきます。使用するのは EVA スポンジシート、100円均一で入手できます。これを筐体に合わせてカットし、ネジ穴を開けておきます。ここからがテープモッドになります。基板の裏にマスキングテープを貼っていきます。100円均一でも手に入りますが、私は幅広の 3M 社製のものを使用しています。こんな感じでしょうか。海外では二重、三重に貼っている方もいましたね。仕上げに両端をきれいにしてネジ穴を開けておきましょう。続いてこれもどこかで見たモッドですが、基板と筐体の間にコットンなどを敷き詰めて静音化するというものです。私はたまたま家にあった無印良品のコットンを使っていますが、これも100円均一で手に入りますね。コットンを敷き詰めたら、先ほど用意した EVA シートで蓋をしていきます。そして基板を戻していきます。キーキャップはネジ以外の箇所を戻しておきました。基板とトッププレートをネジで固定できたら完成です。モッド5の重量は鉛テープの影響で 80g ほど重くなっていますね。動作確認します。通電は問題なしですね。それでは打鍵オンです。動画では分かりにくいかもですが、明らかに余計な反響が減り、特に高音部分が抑えられ、カチャカチャというよりはカシャカシャ、カタカタになった印象です。
これで完成でも良いのですが、キーキャップの印字が摩耗するタイプなので、キーキャップも変更していきます。こちらはメーカー不明ですが、消化型のプリントなので耐久性があります。プロファイルは高さの変わらない X3A です。せっかく全部のキーを戻しましたが、また全部外してこちらを取り付けていきます。完成です。では動作確認していきましょう。こちらのサイトでキーボードの動作テストができます。キーを一つ一つ押して入力が可能かチェックしていきます。この際、入力ができなかった場合は、キースイッチと基板が正しく接点できていないため、該当するキーのキャップとスイッチを取り外し、確認が必要ですが、今回はキースイッチを変えていないので、特に問題はありませんでした。それでは打鍵感を確認します。いかがでしょうか。オリジナルのものに比べて余計な反響が減った分、マイルドな音に聞こえます。これなら青軸ほど気になる音は出ません。筐体がプラスチックであるため、レイニーのようなコトコト音とまではいかないものの、これはこれでありかなと思います。材料費数百円でこれだけ違いが出るのは驚きでした。キーキャップは少し費用がかかりましたが、見た目も暖色系でいい感じです。そして無事動いて何よりです。最後にモッド前直後キーキャップ変更後の打鍵音を比較してみましょう。並べて聞いてみると違いがよくわかりますね。カスタムは楽しいですが、動かなくなったり、保証が効かなくなるなどのデメリットもあります。皆さんも挑戦するのであれば、自己責任でお願いしますね。この動画が少しでもお役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。